皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。私はふみです。よろしくお願いします。今日のテーマは日本のお弁当です。お弁当は皆さん大体なんとなく想像できるかなと思います。どうでしょうか。コンビニとかでも売ってたり、あと駅に行けば駅弁があったりします。で、ただ今日お話ししたいのは、家庭で作るお弁当です。買ったものじゃなくて人が作るお弁当で、そういうお弁当がどういうものなのかで、あとお弁当を作る人っていうのが今どれくらいいるのかとか、そういうお弁当作りに関わる話をしたいと思います。で、一応耳だけで聞いて楽しく聞けるようにするつもりですが、後で私のお弁当とか、あと他の人のお弁当とかも画面に出します。なので時間がある時にぜひそういう写真の部分少し見ていただけたら楽しいかなと思います。では始めましょう。では最初にですね、そのお弁当全般に関わる話をしたいと思います。で、またアンケートを見つけました。ですね、日霊フーズという会社が3万人を対象に、ウェブで行ったアンケートです。2026年の2月にやってます。つい最近ですね。で、日霊フーズっていう会社がどんな会社かというと、冷凍食品の会社です。冷凍食品は例えば温めればすぐ食べられる状態で冷凍したもののことです。だからレンジでチーンってすれば食べられるとか、あと物によっては自然解凍といって、そのまんま何もしないで、置いておいて解凍したら食べれるようになるものもあります。で、日本のスーパーに行くと冷凍食品コーナーがあります。で、そこではアイスとかお菓子とかも売ってるんですけど、おかずはお弁当用のおかずっていうのがすごく多いです。で、最近はもうなんか1食分の冷凍食品が売ってたりするんですね。例えばメインというか主食の、例えばご飯があっておかずがいくつか入ってて、そのままチーンってしたら食べられるっていうのも最近は結構売ってます。あとうどんの麺とかも売ってるんですけど、もともと冷凍食品が一般向けに売られ始めたのってやっぱりお弁当のためでした。業務用といって会社相手にたくさん売る冷凍食品は外食産業とかファミレスとかそういうとこで使うものとか、あと学校の給食で使うものとか、そういうのも多いんですけど、そのスーパーで売ってるのはやっぱりそのお弁当の具としていっぱい売られている感じがあります。で、その日霊フーズはですね、その冷凍食品コーナーに行くといっぱい売ってます。N のマーク、N のアルファベットの下に日霊ってカタカナで書いてある、そういうマークのついた唐揚げとかおかずもあるし、チャーハンみたいのもあるし、あと野菜、ブロッコリーとかそういうのも売っています。だからこそこの会社がこういうアンケートをしたということですね。で、ちょっと面白かったので、なんとなく全体像がつかめるので、まずはちょっとこの結果を見ていきましょう。で、まずですね、一つ目の項目として自分用にお弁当を作る人が 81.2% で、2017年以来最も高い数値にと書いてありました。2017年からこれを始めたんですね、アンケートで、ただこの自分用にお弁当を作る人が 81% なんですけど、これ実はですね、月1回以上です。だから月に1回作ればいいんだったら毎日作ってない人も含まれていますね。
毎日作る人、毎日というか平日ですね、平日とか仕事がある時に毎回ってなると、多分この数字はもっと減りますね。で、あともちろん毎回作る人もいると思いますし、あとそうじゃない人もいると思います。月に1回よりは作る人多いんじゃないかとは思うんですけど、例えば週の半分はお弁当にするとか、そういうこともあるかなと思います。で、あとこのアンケートで面白いことが書いてあって、子供用のお弁当が減る中、節約のために自分用のお弁当を作る割合が増えていますと書いてありました。そう、お弁当っていうと結構子供に作る人は多いんですけど、子供用のお弁当が減るっていう理由は、多分一つは子供の数が減っている。だから純粋に作る相手が減ってるっていうことがあると思います。あともう一つは給食がより普及してきたっていうのがあると思います。本当に私びっくりしたんですけど、ちょっと前まで横浜市は給食をやってなかったんです。小学校はやってたんですけど、中学校で給食がなかったんですね。私が横浜に住んでた時、娘がまだ小さかった頃で、じゃあ中学行ったらお弁当作んなきゃいけないんだって思ってたら、もう今年は、今年からかな、もう横浜市全部給食が導入されました。あとその給食を無償化する動きも出ています。無償化っていうのは無料にするっていうことです。給食が教育の一環、教育の一部であるって考え方があります。で、その考え方に基づけば、給食はやっぱり無料にすべきなんですね。なぜならば、小中は学費は無料です。義務教育だから。だから給食もその教育の一環であれば、やっぱり無料であるべきで、あとやっぱり給食費払えないとか、そこまで多いわけじゃないんですけど、あるんですね。そういう経済的に苦しいお家とかで、そういう時に全員無料だったらば、わざわざ申請しなくても、自分家の家計の状況がいくらだから無料にしてくださいとか、自治体によってはそういう補助がありますが、そういう場合ってだいたい自分で申請しないといけないんです。書類を出して自分の年収はこれぐらい、親がですね、だから補助してもらうみたいな感じにしないといけないんですけど、全員無料だったらそういうことをしなくてもいいわけです。だからやっぱりその給食の無償化、これね、無料じゃなくて無償って言います。無償化はいいことだと思います。で、あと保育園とか幼稚園は本当にその場所によって違います。お弁当がある、お弁当を持ってきてくださいっていうところもあれば、給食が出るところもあると思います。だから親もそれに合わせて、自分はお弁当を持って行かせたいと思う親はわざわざそういう給食がないところを選ぶと思いますし、やっぱり朝お弁当を作るの大変って思うんであれば、給食のあるところを選ぶと思います。で、子供用のお弁当が減ってってて、自分用のお弁当を作る人が増えてるってことですね。で、自分用のお弁当っていうのは働いている人が自分用のお弁当を作るわけですね。働いてなくて家にいる人は多分お弁当を作る必要がなければ作んないですよね。その場でお昼を食べるのはお弁当じゃないので、やっぱお弁当の箱に詰めるからお弁当なんですよね。だから自分用のお弁当は基本的に外で働いている人かなと思います。で、節約のためっていうのが今の世の中を反映していると思います。つまりお弁当を持って行った方が明らかに、お金がかからないわけですね。節約っていうのはお金を使わないようにするってことです。節約
あと電気をとか水を節約するとかも言えるんですけど、節水とかね、節電って言います。それはできるだけ使わないようにするってことです。で、お金を使わないようにすることを節約と言います。時間の節約するとかも言うので、何かをできるだけ使わないようにするのが節約ですね。はい。で、そうだからなんかYouTube とか見てても、あとインスタのリールとかでも、例えば節約のためのお弁当だと結構5日分とか同じのをもう最初に作っちゃうみたいな動画も時々見ます。同じ具をもう詰めちゃうんですね。ご飯入れて、おかずを入れて冷凍しちゃう。でそれを朝持ってって会社で、レンジでチンして食べるみたいな感じの動画がありました。で、毎日同じの食べるのは嫌だなとか思ったけど、でもいい考えだなとは思いました。作るのも楽だし、毎日同じのでもいいっていう人はすごくいいと思います。次、お弁当を作る女性は減少する一方、男性の割合が増加だそうです。お弁当を作る女性は減っているのに、男性が増えている。特に若い男性が20代30代の若い男性がお弁当を作る傾向が増加しているそうです。面白いですね。で、確かにその YouTube とか見てても結構男性がそういう節約のお弁当とか節約のためのレシピを出してるみたいなのも最近よく見ます。いいことですよね、自分で料理するっていうのはね。で、次の項目がですね、面白くって、お弁当の、品数は平均 3.4 品で、自分用は控えめってのは少ない、作ってあげる相手には多めにってことです。3.4 だからこれ平均してるから、3か4かってことぐらいだと思うんですね。3種類か4種類ぐらい入れる。で、これねすごく優しいなと思ったんですけど、自分用のお弁当だと平均 3.1 ぐらいなんですって。だから3品ぐらい入れる。で、子供用には4品入れてあげる人が多い。で、配偶者、つまり妻とか夫ですねには 3.7 品ぐらいだから、自分一人に作るときは適当に少なくてもよくて、でも誰かに作ってあげるときは少しでも多くしてあげようっていう、なんかねすごい優しさを感じました。いい人が多いんだなって思いました。で、確かにでもこれは私も言えることで、私朝お弁当作ってます。高校生になった息子にお弁当を作ってます。そうそう、給食が小学校と中学校しかないんです。で、高校は大抵給食はありません。で、学食っていう食堂が、学校にある高校もあるんですけど、で学食のある学校は割と安く食べれるんですね。ラーメンとかそういう麺類だったり、ちょっとした定食だったりが。で、ただ息子の学校はなくて、ない学校も多いんです。で、息子の学校はないのでお弁当を作んないといけない。で、ただ忘れた時にはパンを売ってるのでパンを買うこともできます。で、実は息子が今日はね日曜日なんですけど、金曜日にお弁当箱を忘れてきたんですよ、学校に。もうきっとね臭くなってると思いますけど、でなのでもう月曜日はお弁当なしで、じゃあパンを買ってねっていうことになっています。そうで、そんな感じで高校生の息子に作るんですけど、大体は前日の残り物とか、または夜食べるものを朝のうちに作っちゃって、その一部をお弁当に入れるとかしています。あともちろんお弁当用だけに作ることもあります。で、お弁当用だけに作るときは、私自分の分も作るんです。息子のお弁当を作るときは自分の分のお弁当も作って、お昼ここでお弁当を食べてます。で、その時に前日の残りをお弁当に入れることがあるんですね。そうすると足りない時があるんです。
でそういう時は例えば息子のお弁当はちゃんと入れて、自分の分はなんかさらなるもっと前の前の日とか、もっと古い何か残ってるものを適当に入れるとか、そうもう適当に入れる。でも息子のは一応見た目とかが良くなるようにって気をつけてます。そう前日本の夕食で話した時にバランスの良い食事を作ろうとしている人が多いという話をしました。バランスよく食べるのが大事っていうふうに学校でも習うんですね。でお弁当の場合はもちろんバランスも気にするんですけど、人に作ってあげるときはあと大事なのが見た目なんですよ。で一応あんまり茶色くなりすぎないようにって気をつけてます。日本の料理って茶色いのが多いんです。お醤油を使うと茶色くなるんです。でも茶色だと飽きた時に茶色だけだと寂しいかなと思って、緑とか黄色とかいい時は赤が入るようにしています。緑は野菜ですね。で黄色は卵です。で赤は、ミニトマトとかが多いかなと思います。で昔は私はわざわざお弁当用にミニトマトをいつも買っていました。娘が高校生になったばっかりの時とか特に。でももう私もお弁当作りがこれで、7年目ですね。そしたらなんかそんなに気にしなくていいかなって気になってきたんですね。しかもなんかちょっと男女差別かもしれないんですけど、うちの息子すごいよく食べるんですね。だから見た目でそんな赤いトマトが入っていることよりも多分量が多い方が喜ぶだろうと思って、ミニトマトも高いので節約のために買わないで、赤はないことが多いです。そうじゃあそういうことで、じゃあちょっと私がどんなお弁当を作ったか、先週3日間お弁当を写真に撮りました。なんで撮ってない日があったのかちょっと覚えてないんですけど、それをちょっとここに出しますね。まずこれです。まずこのお弁当にはまずご飯が入ってますね。お弁当といえば大体ご飯です。ご飯が入っておかずが3個、さっきも言った通り3品か4品です。であとお弁当でサンドイッチとかいうこともあります。でサンドイッチの時にはサンドイッチの中におかずが入っているので、サンドイッチとあと果物とか、山梨でびっくりしたのが結構果物を持ってきてる子が多いんです。で毎日持っていく高校生が果物を持ってきてるのかちょっとわからないんですけど、少なくとも遠足とかそういう小学校の時も学校で食べない時、遠足とかで遠くに出かける時は親がお弁当を作ります。でそういう時はなんかね、いつも果物が入ってるみたいなんですね、周りの子が。で娘にママ私も果物が欲しいって言われて、そういう遠足の時とかは果物も入れるようにしたような気がします、今思うと。そうでもそうだ、息子に今大学生になった息子にみかん買った時にみかんを入れたんですね。みかんって皮すぐ手で剥けるやつ。そしたら剥くのがめんどくさいからいらないって言われたんです。剥くのめんどくさいって、ただこの柔らかい皮剥くだけじゃんと思ったんだけど、そういうならばみかんも高いしいいや入れなくてと思って、うちは果物は持ってってないですね。で、ご飯があって、主食のご飯があって、この日はハンバーグでした。この日はですね、お弁当夜をハンバーグにすることにして、お弁当用には小さいハンバーグを焼きました。それで夜用には大きいハンバーグ、フライパンいっぱいで1個作るハンバーグを焼きました。で、あと卵焼きですね。で卵焼きは、甘いかしょっぱいかがあるんですね。しょっぱいは塩っぽいってことです。でうちの卵焼きは甘いです。でこれ家庭によって甘い卵焼きとしょっぱい卵焼きに分かれるようです。でうちはやっぱりうちの母が作ってたのが甘い卵焼きだったので、私は卵焼きといえば甘い
と思ってるんです。そしたらつい最近夫が息子のお弁当を作ったんです。でその時についでに私の分も作ってもらいました。そしたら卵焼きがしょっぱかったんですよ。でびっくりして、この卵焼きはしょっぱいと思って、そしたらなんとなくやっぱりいつも甘いのに慣れてるので、甘いのがいいなって思っちゃうわけですよ。だからこんなに違うんだって、実は同じお家なのに夫の卵焼きがしょっぱいってことをもう結婚して20何年経って初めて知りました。だからもしかして夫は私のお弁当いらないっていうのかな。今気づきましたよ。夫はいつもこうやって息子と私のを作るんです。で夫が家にいる時もお弁当作ろうかって言うといらないって言うんですね。で自分でパスタ作ったりなんか美味しいものを食べてるんです。で私は一人でバーッと食べれる方がいいからお弁当にしちゃうんですけど、もしかして卵焼きがうちのが甘いからいらないっていうのかなっていう気が今ちょっとしました。はい、であとこの日はカブを塩で揉んだもの、カブを塩で味付けたのが入ってます、野菜として。あとかぼちゃを煮ておいたのでかぼちゃを入れてあります。で赤が欲しいなと思ってケチャップをかけて赤くしました。そうでですね、このねお弁当箱なんですけど、お弁当箱って言います。お弁当箱って書くんですけど、そのうの部分言わないでよくお弁当とかお弁当箱って言います。で青いのが息子のお弁当箱で、これは四角いんですが、私のは丸い木のお弁当箱です。これはですね曲げわっぱっていうお弁当箱なんですね。で昔ながらの日本のお弁当箱で、これ高かったんですよ。多分これで8,000円ぐらいしてるお弁当箱なんですね。皆さん日本に来てよかったらこういう曲げわっぱのお弁当箱を買ってみてください。すごく素敵です。何入れても美味しそうに見えます。それで私ハンバーグがちょっと一切れしかちっちゃいのしか入ってないんですけど、これは足りなかったからこれだけになってます。では次の日のお弁当です。また同じように卵焼き。卵焼きは毎日入れてます。卵焼きが入ってないと、私はお弁当を開けて卵焼きがないとちょっとがっかりするんです。だからお弁当には卵焼きは絶対入れてます。で別のアンケートでお弁当に入れる具トップ20みたいのがありました。でそれを見てたらやっぱり1位はね卵焼きでした。やっぱりみんな卵焼きって好きなんだと思います。で2位がそれは唐揚げでしたね。唐揚げは人気ですよね。で3位がねハンバーグでした。だからびっくりしたのが、唐揚げとかハンバーグとかを超えて1位が卵焼きなんです。でこれはなぜかというと、メインは多分毎日変わるんですよ。日本の人は割と毎日同じものを食べないんですね。朝ごはんは結構毎日同じものを食べる人がいますが、お昼に関してはお昼と夕飯は結構違うものを食べます。なのでお昼のメインもお肉とかも、例えばある日は鶏肉だったら次は豚肉とか、あとはその調理法を変えるとか、同じ鶏肉でもある日は揚げたり次の日は焼いたりとか、あとは味付けを変えたりします。でも卵はね多分ねどの人もね毎日入れるんだと思います。うちの場合はそうです。なんでいつ同じ卵があります。この卵は特に毎日変えてなくて、本当に醤油、あとね砂糖とみりんとあとお醤油がちょっと入ってます。そういう卵焼きです。であと緑のものとしてこの日はほうれん草が入っています。ほうれん草、これは多分茹でましたね。茹でて鰹節をかけてやったものですね。鰹節かけてお醤油かけただけ。あとかぼちゃの煮物はずっとね残ってたんです。4分の1煮たんですけど、かぼちゃをずっと残ってたって入れてます。
でこの日息子は豚肉の薄切り、日本では豚肉とか薄く切ったのとか売ってるんです。でこれは細切れといって豚肉の安いタイプのお肉です。端っこ、残ったような端っこを細かく切って食べやすく切ってあるのが細切れです。で細切れを玉ねぎと炒めてみりんと砂糖と醤油で味付けたものです。あと生姜を入れました。生姜なんか卵とほとんど同じ味付けですよね。そうで私の方はそれが入ってないんです。それは足りなかったからです。私のはひき肉を炒めたようなものが入ってるんですけど、これは多分3日か4日ぐらい前の夕食の残りです。だから自分のはどうでもいいやと思って適当に入れました。あと日本って夏高温多湿で腐りやすいんですね、ものが。だから例えばこんな3日前のものを入れて、もし腐ったら嫌だなと思って息子にはできるだけ新しいものを入れています。で私はエアコンの効いた部屋にいられるので、まあまあ大丈夫だろうと思ってます。そうだから今はまだいいんですけど、夏の本当に暑い時はお弁当が腐らないように、腐るってダメになることですね、すごく気を使います。でそういう時に梅干しっていうのがあるんですけど、赤い酸っぱいものですね、ああいうのが腐らせないためにいいんですね。だから夏の暑い時は梅干しを入れたりします。じゃあ最後これですね。またなんか本当に毎回似たようなお弁当を作ってるのが分かりますか？でこの日は、またハンバーグですね。これがね、多分最初に見た小さいハンバーグあったじゃないですか。あの日の夜大きいハンバーグを作ったわけですね。それの残りだと思います。で残ったハンバーグを次の日のお弁当に入れてますね。なのでこのハンバーグは丸いんじゃなくて大きいのを切ったような形になってます。で相変わらず卵が入って、でこのカブ、塩でちょっと揉んだカブが入ってます。だからこれは多分本当に同じものがまだ冷蔵庫にあったから同じようなものが入っているっていうことですね。で、白いご飯にはごまをかけてあります。健康のためです。あとなんかちょっとなんかかかってた方が楽しいかなと思って。なので今回こういうお弁当でしたね。他にお弁当ないかな。あとそうですね、なんかちょっとなんか本当に似たようなお弁当になっちゃいましたけど、あとよくやるのは鶏肉を切って、また塩コショウで味付けて、でそれに粉をつけて片栗粉とかつけてフライパンで焼いて、それに、砂糖と醤油とみりん、また同じ調味料ですねかけて、炒めたもの、そういうのをよくご飯の上に乗っけたりとか、そういうお弁当もよく作ります。はい、そんな感じのお弁当ですね。だからネットとか見ると本当にみんなすごいお弁当を作ってたりするんですけど、私もでも、そして娘が最初中学生になった時、そう娘は中学が給食なかったんだ。そうだ、思い出しました。娘の中学は給食がなかったんです。だから娘が中学生になる時にから私お弁当作ってるんだ。だから7年目じゃなくて10年目です。10年目でした。そうで、その時はもうちょっとね、すごく彩りに気をつけておしゃれなお弁当作んなきゃとかってやりました。そうだから、あと小さい子にはキャラ弁とかを作る人がいます。キャラ弁はご存知ですかね。写真出しますね。いろんなキャラクターがいるんですけど、そういうキャラクターを使った食べ物をキャラクターにしたお弁当ですね。特にご飯の部分に顔を描いたりとか、そういうのが多いです。でこういうのはですね、海苔を使ってやるんです。目とかの黒いところはだいたい海苔で、とちっちゃい目は黒いごまだったりします。であとある程度大きい目のその中に白っぽい丸いものがあると思うんですけど、そういうのはだいたいスライスチーズです。すごい薄いチーズが売ってるんですね。1ミリとかの。でそのスライスチーズをこう切って
なんか丸くして目とかにしたりします。でキャラ弁は娘が小さい頃にすごい流行ってたと思います。でただうちの子が行ってた保育園はご飯だけ家から持ってったんですけど、おかずは保育園で用意してくれるタイプの保育園でした。なので、キャラ弁とかは作らなかったですね、私は。じゃあ、さっきのちょっとアンケートに戻って、次は週に1回以上お弁当に冷凍食品を使用する人は 63.0%。はい、この日霊フーズは冷凍食品の会社ですからね。やっぱここが大事だったんだと思います。で、週に1回以上使う人が 63%。ということはですよ、さっき月に1回以上お弁当を作る人が 81% いたということは、お弁当を週に1回以上作る人は 63% ぐらいいるのかもしれませんね。週に1回以上でも、週に1回以上って言った時にお弁当を作る人は 63% 以上いるってことですね。そう考えると結構たくさんの人がお弁当を作ってるとも言えますね。でどんなものを使うかなんですけど、まず鶏の唐揚げが多いですね。それからコロッケ。この辺はですね、揚げ物を家でするのがめんどくさいので大変なので、冷凍食品があると便利です。便利なんだと思います。あとハンバーグ、それからひじきやきんぴらなどのカップに入った惣菜って書いてあります。ですね、惣菜っていうのはおかずのことなんですね。でよくお惣菜コーナーとかスーパーに行くとあります。それはもう料理された形でパックとかに入ったものなんです。すぐ食べれるのがお惣菜で、冷凍してあるのが冷凍食品ですね。でそういうすぐに食べれるようなものを冷凍したのがこの冷凍食品なんですけど、そういうのがですね、おかずをこういう小さいカップに入れた形で冷凍してあります。で日本の場合、そのお弁当のおかずの一つ一つを結構カップに入れることが多いんです。あと例えば私のお弁当の場合は卵とハンバーグはカップに入れてないんですけど、バラバラになりそうな野菜はだいたいカップに入れます。それとかやっぱりひじきとかきんぴら、これはですね、ひじきは海藻を煮たものなんです。できんぴらっていうのは、ごぼうっていう根っこの野菜と人参を炒めたもの、細く切って炒めたものなんですね。なんでバラバラになっちゃう。そういうのはカップに入れるんです、お弁当に入れるときに。だからこの冷凍食品は最初からカップに入った形で冷凍されてます。あとシューマイも人気が高いですね。実は私も冷凍食品はお弁当に使うんですけど、その場合は野菜ですね。ブロッコリーとかオクラです。例えばカブとか自分で作ったのがあるときはそれを入れるんですが、ないときはいつも冷凍庫にブロッコリーとオクラが入っているのでどっちかを入れます。でブロッコリーもオクラももう茹でた状態で売っています。なので実はもう自然解凍で大丈夫なんです。自然解凍っていうのはレンジでチンとかしなくても朝お弁当に凍ったまま入れます。そうするとお昼にはちょうどいい硬さになっているということです。でオクラの場合は、もう切ってあるので、茹でて切ってあって冷凍してあるので、それをカップに入れて、そこに鰹節をかけてお醤油かけるんです。でそれだけですごく美味しいみたいで、この前うちのもう家を出た娘と息子がお弁当の話をしてて、オクラがいつも美味しかったよねって言ってたんですね。オクラは私が作ったというよりただの冷凍食品ですけど、それぐらい美味しかったんだなって思いました。私も自分にも同じお弁当を作ってて、やっぱりオクラはすごい美味しかったです。でブロッコリーはよく私はごま油をかけてお醤油かけて入れてます。そういう冷凍食品、野菜の冷凍食品を私はよく使います。であとうちでよく使う冷凍食品は他に餃子があります。餃子うち大好きなんですけど、あんまり作るの
作るのがめんどくさいのでよく買うんです、冷凍で。ただ餃子はお弁当には入れません。大体の人は入れないと思います。なぜならば餃子ってニンニクが入ってるからちょっと匂うんですよね。ちょっと臭いで、家で食べるのはいいんですけど、お弁当開けた時に周りにニンニクの匂いとかがするのって基本的に大体の人嫌がるんですね。恥ずかしいと思うのかな。それかその後食べた後臭くなるから嫌なのか、どっちかな。私だったらやっぱなんかお弁当を食べてる時になんかあんまり匂いがするのが嫌だなって思うので、餃子などをお弁当に入れる人は少ないですね。そういう意味でキムチとかもお弁当には入れないです。そうキムチは普通によく食べるんですね、日本人も。でもお弁当には入れないです。あと他にキムチ餃子ぐらいかな、お弁当に入れないのは。他にもなんかすごいニンニクの効いた料理とかは入れないですね。で、じゃああともう少し見てみましょうか。でそれからじゃあ次なんですけど、手作りのお弁当にかける経費ってのはお金のことですね。平均 252.8 円。結構安いですね。私これいくらかかってるんでしょう。でもそれぐらいな気がしてきました。そんなにかかってないですね。これ自分のお弁当を見てみると多分、300円とかでできてるんじゃないでしょうか。で逆にじゃあ外食だといくらなのってことなんですけど、外食のランチ代なんですけど、外食をした場合に、平日に外食した場合だいたい1000円ぐらいですね、お昼としてかけるお金は。あと外食をしなくても売っているお弁当を買って会社に持って帰ってきて食べる人もいます。でそういう人の平均が750円ぐらいだから、それに比べてもお弁当だとだいぶ節約になりますね。じゃあ次なんですけど、作成時間は平均17分38秒8秒細かいですね。17分ぐらい。そんなもんかもしれないですね。私も多分そんなものなのかもしれません。朝ごはんを作るのと一緒に作ってるからよくわからないんですけど、そんなもんですかね。だからそんなに時間をかけて作ってはいないということですね。多分前の日の残ったものとかだったら本当に時間かからないし、で私の場合卵焼きは毎日焼くので、卵焼く時間は絶対必要っていう感じですね。であとお弁当作りながら夕飯の分も作っちゃったりとか、そういう風にしてできるだけあんまり時間をかけないようにしています。じゃあだいたいお弁当についてお話できたかなと思います。ちなみに皆さんはお昼はこういうお弁当を持って行ってますか？それとも買っていますか？それとも自分でお昼になったら作っているでしょうか？皆さんどうしてるのか教えてください。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、ニヌア・シルメさん、チチさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメ・シュガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキヨクさん、チャンドルさん、オーウェンハオさん、チャールトン・ローさん、グエントゥアン・アインさん、チョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、ハン・インスさん、フランキー・ユンさん、ミズ・リンさん、チョウ・インチューさん、クリスティーナ・ケイさん、リョウ・スイエさん、ホア・グエンさん、プラシャント・シンさん、トニー・ハーゲンさん、ウィリアムさん、ロジテック・カメラさん、ジュマリナさん、ソーステンシュタイン・ザイファーさん、フリー・シンカーさん、キム・ジュンシクさん、パラス・カトリさん、サンディープ・ラマさん、ユリさん、ハンチン・ジョーさん、キム・ナムホンさん、ジョン・ハンさん、セイギー・ツェイギーさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。入っていない皆さんもよかったらご検討ください。ただ私発音のサブスクリプションコースもやってます。でそちらに入っていただくとここで聞ける特別なエピソードも聞けます。なので発音を良くしたいと思う人はぜひそちらもご検討ください。すべて概要欄にリンクを貼っておきます。
では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さん良い1週間をお過ごしください。